この動画は健康博覧会2026年で発表した内容を後日収録したものになります。医師がたどり着いた植物、構造、生物活性から考える新しい選択肢。単なる流行の成分としてではなく、人が健康に生きるための予防医学の視点から CBD を再定義していきます。改めまして、株式会社ピークヘルスエナジー代表の上子真理と申します。まずはじめに私の背景となぜこの事業を立ち上げたのかというもどかしさからの出発についてお話をさせてください。私はもともと神経内科、内科医師として約30年、救急、急性期、慢性期、リハビリ、往診とさまざまな臨床の現場に立ち、日々多くの患者さんと向き合ってきました。その中で病気と診断される前のもっと早い段階で何かできなかったのだろうかと悔しい思いをする場面が何度もありました。医療の現場は不調が慢性化し、病名がついてからの事後対応が中心となりがちだからです。しかし、病気になってから動くのではなく、体が崩れ始めるその手前で、しっかりと人を支える選択肢がこれからの時代には必要不可欠です。つまり、病気を治す医療から健康を支える医療へのシフトです。治療薬としてではなく、人が本来持っているバランスを取り戻す調整薬としての活用です。その思いから私は臨床医という立場を離れ、確かな予防医学の選択肢を届けるためにこの会社を設立しました。そのような予防の観点に立った時、非常に重要なシステムに行き着きます。それが人の体に生まれながらにして備わっている調整する仕組みです。人間の体は自律神経、免疫、そして内分泌などが正確に連携してバランスを保っています。ECS、内因性カンナビノイドシステムと呼ばれる仕組みは、これらを横断的につなぐ体内のオーケストラの指揮者のように機能して、私たちの恒常性、ホメオスタシスですね、を維持する極めて重要な役割を担っているのです。ECS を整えることは、私たちが健康に生きるために心がけていること。例えば、睡眠をとる、食事に気をつける、適度に運動をする、瞑想をするなど、すべてが関連してきます。ECS というのは、1990年代に発見され、2000年代に入ってからの体の恒常性システムとして理解が進んできました。ですから私も2018年末までは聞いたこともないシステムでした。現代の対処療法は強い薬などで外部から介入し、症状を強制的に抑え込むアプローチが中心です。一方、予防医学における CBD の役割は根本的に異なります。無理に効かせるのではなく、先ほどお話しした ECS に外から働きかけ、体を整えるサポートをします。何かを強制的に変えるのではなく、体が本来持っている調整の仕組みを邪魔せずに支える存在だからです。予防医学との相性が抜群にいいのです。もっと言うと、本来持っていた私たちの自然治癒力を呼び覚ます役割をします。しかし CBD の活用には大きな課題がありました。それがヘンプ由来の CBD につきまとう THC というジレンマです。どれだけ有用でもヘンプはもともと精神活性作用のある THC という成分を作り出す植物であるという事実は変えられません。製品化の抽出プロセスでこの THC を取り除こうとしますが、ゼロにするのは技術的に困難であり、常にリスクが残ってしまうのが実情です。
さらに今、この THC のジレンマに追い打ちをかけるように、日本の CBD 市場の根底を揺るがす事態が起きています。それが日米で加速する THC 規制の二重苦、2026年問題の衝撃です。現在、日本の CBD 市場で最も高いシェアを占めているのはアメリカン産のヘンプ原料です。しかし今、その供給の柱が崩れようとしています。まず日本国内では2024年12月に規制が厳格化されました。油脂、粉末で 10ppm という極めて厳しい新基準に加え、指定分析法による非検出という二重なハードルが課されました。一方、最大の供給国であるアメリカでも2026年11月より評価基準が単体の THC から全部トータル THC へと厳格化されます。特に衝撃的なのは1容器あたり 0.4mg という制限です。これは例えば 30ml ボトルの製品であれば日本の 10ppm 規制と同等ぐらいになります。例えばもっと大きい、例えば 100ml ボトルとかなれば日本をも上回る世界で最も過酷な規制となることを意味します。ヘンプ由来の CBD 製品において、これは実質的に製造不可能なレベルと言わざるを得ません。さらに、最終製品だけではなく、THC を取り除く製造工程ですね、生成工程において、工場内で一時的に THC 濃度が高くなること自体も規制対象となる可能性が浮上しています。実際、私たちが提携するアメリカの供給元には、昨年11月の法案署名以降、ヘンプ CBD を扱う企業からの問い合わせが殺到しています。彼らは、今の原料ではもう商売が続けられない。代替となる法的に安全な原料はないかということで連絡してきています。これはまさに現場からの悲鳴です。多くの事業者が市場からの撤退を余儀なくされるか、あるいはこれまでの原料の前提を根底から見直さざるを得ない状況に立たされているのです。多くの事業者が今、目前に迫った規制への対応に追われています。しかし私がこの問題の本質に気づいたのは、実は2018年のことでした。私が最初に出会った CBD はヘンプ由来のものでした。THC はほぼゼロと説明されていました。ところがです。友人に試してもらったんです。この CBD いいよって試してもらったんですよね。そうすると数分後にこう言われました。胸がドキドキして苦しい。実はこれはごく微量に存在していた THC の影響だったんですよね。本当にゼロと言われている量です。なのにそれを現実で私は目の当たりにしたんです。そこで私は考えました。不完全な生成技術で抜く努力を続けるのではなく、そもそも THC を一分子も作らない植物は存在しないのか。私よりずっと前からそれを探していたのがジョセフ博士でした。幼少期からアーユルヴェーダーに触れてきた彼は CBD の有用性を熟知していました。そして私は彼が長年かけて探して研究した結果に出会いました。その植物こそがこのクリアホップです。この写真は実際のクリアホップです。ヘンプではなくホップ由来の CBD です。そう、あのビールのホップです。ホップとヘンプはごく近い親戚ですが、私たちが目にしているビールのホップは苦味成分を出すために長年にわたって品種改良されたものです。クリアホップは野生ホップの中から CBD を作る個体を自然交配によって安定化させたホップ品種になります。ここで一つ思い出深いエピソードがあります。このクリアホップの米国植物特許が取れたのが2020年の初めだったんですけれども、2019年末に発表された時に
ジョセフ博士から直接特許が取れたよ、ヘンプではありえないんだよと大変な喜びの連絡をもらいました。彼と同じ医師としてその興奮を共有できたことは私にとって大きな原動力となっています。抽出技術を工夫するのではなく、出発点となる植物そのものを見直す。その発想の転換がクリアホップ CBD です。なぜクリアホップが画期的なのか。それは THC を作らない遺伝子構造にあります。ヘンプの DNA には THCA を作る酵素の遺伝子が存在するため、THC、最終的に THC が生成されてしまいます。しかし、クリアホップにはそもそもこの遺伝子が存在しません。後から技術で THC を取り除いているのではなく、遺伝子レベルで THC を作れない植物なのです。さらに、クリアホップは抽出する部位にも徹底的にこだわっています。私たちが使用しているのは、このスライドにあるような成分を豊富に含む花の部分全体です。なぜ茎や葉ではなく花を使うのか。それには明確な科学的根拠があります。特許を取得している抗カンナビジオール抗体を用いて、ホップだけではなく、ヘンプも含めて様々な部位を測定、比較しました。その結果、ホップであれ、ヘンプであれ、最も生物活性が高かったのは花だったのです。同じぐらいでした。花だけを使うという植物全体から抽出できる量はどうしても少なくなってしまいます。しかし私たちは量を追い求めるのではなく、科学的なデータに基づいて最も生物活性の高い部分だけを使うという贅沢な選択をしています。ここで CBD の評価基準についてお話しします。CBD は何ミリグラム入っているかという含有量だけで語られがちですが、それだけでは体感の違いを説明できません。本当に質の良い CBD を見極めるには、含有量に加えて分子の構造、そして生物活性、反応の3つのバランスを評価する基準が必要になってきます。では、この CBD の構造について説明します。CBD と私たちの体の受容体はよく鍵と鍵穴の関係に例えられます。天然型の CBD はシクロヘキセン間の二重結合がデルタ2と呼ばれる特定の位置に存在しています。この自然な形を保っているからこそ受容体という鍵穴にぴったりとフィットするんです。しかし無理な抽出や加工を行ってしまうと、この二重結合が別の場所に移動してしまうことがあります。これを一位性体と言います。この、アイソマ、右の図ですね。ここをちょっとよく見ていただくと、今赤で線が入ったと思いますが、これが一位性体になります。左側の方は1と2の1ですね。今右側は6と1、1と6の位置にこの線が入っている。これが二重結合の位置です。この位置が1と2が天然です。これが2と3、3と4、4と5、5と6、6と1など、変わった場合を一異性体と呼びます。で、この二重結合の位置が少しずれるだけで、その鍵の形が歪んでしまうと考えてください。で、この二重結合がちょっと移動した一異性体って天然型の CBD に比べてみると、この生物活性が低くなるということもすでに明確に検証されています。科学的な繊細な CBD だからこそ、不自然な加工を避け、本来の自然な構造を保つことが確かな体感を得るために不可欠になってきます。そしてこの構造の違いは一般的な成分分析では判別できません。二重結合の位置がずれただけの一位性体であっても、数値上は同じ CBD としてカウントされてしまうからです。で、この一異性体が生じるの、先ほども言いましたけれども、一番のこういうね、一異性体が生じる原因の一つが、ヘンプ特有の
THC を取り除くための加工プロセスですよね。3回やりました、4回やりましたって書いてありますけど、これです。ボミ・ジョセフ博士はヘンプ CBD の研究に見られる効果のばらつきだとか再現性の低さの原因を生物活性の低下にあると考察しました。それで実験をしております。生物活性が低い場合、いくら濃度を上げても体の反応は比例して上がらないという、これを実証するために、豚の心臓弁の石灰化抑制モデルで検証しております。それでよると、実は生物活性が非常に低いものですね。ヘンプ CBD 製品レベルのものであると、実はいくら CBD の量を上げても石灰化抑制が起こらなかった。鼻レベル、鼻レベルまでいかなくても少し低いところからいけるんですけれども、その場合でやっと石灰化抑制があって、濃度依存性にそれも上がっていくというデータが出ております。で、もう一つ重要なことですね。安全性です。これは健康成人に平均 700mg を毎日6ヶ月飲んでいただいたんですね、クリアホップ。この試験においても肝機能の優位な変化は認められませんでした。正常範囲内の動きでした。これは生物活性が高く、不要な構造変化が起きていないことの裏付けの一つと考えられます。この違うものが加工で生じる一位生体の問題、花以外の部分を含む抽出、これらが全体の生物活性を押し下げているという指摘です。重要なのは表面的な数値ではありません。加工ストレスを受けていない純粋な構造と花の実を用いる抽出から生まれる確かな体の反応、これこそが本質的な生物活性です。最後に、この CBD を日常的に利用するための技術についてご紹介します。クリアホップでは通常の使用性、油に溶ける成分ですね、の製品はもちろんですが、より幅広い用途に応えるため水溶性の製品を扱っています。CBD を水に溶かす技術については、これまで多くの企業がナノ化技術などで挑戦してきました。しかし、以前ある飲料水メーカーの社長とお話しした際、CBD 飲料を作りたいと様々な原料が持ち込まれたんですけれども、実はどれも完全に水に溶けきってなかったんですよ、とおっしゃってました。実はこれを聞いたのは、うちの製品がきれいに水に溶けてたことで非常に驚かれて、弊社まで来ていただいてお話をしていただいたことです。このエピソードが象徴するように CBD を真の意味で水に溶かすことは極めて難易度の高い課題なのです。世の中には様々な技術的なアプローチが存在すると思いますが、私たちはこの問題をクリアした技術の一つとして採用しているのがスライドにお示ししている方法です。通常の使用性の CBD をアミノ酸やビタミンと結合させることで、ここまでお話ししてきた CBD の繊細な構造を壊すことなく水溶性にすることに成功しました。この技術により、飲料はもちろん化粧品やオーラルケア、ヘアケアなど皆様のライフスタイルや用途から自由に発想できる CBD 製品の開発が可能になりました。まとめます。私が臨床医としての経験を通してたどり着いた結論というのは、CBD は量ではなく設計で選ぶべきだということです。第一に THC を作らない植物。第二に天然構造を維持する純度。そして第三に確かな生物活性。この3つを満たすアプローチこそが、これからの CBD のスタンダードになると私は考えています。クリアホップはその一つの答えです。ご清聴ありがとうございました。